皆さんこんにちは、斉藤正光です。今日は車のシフトノブを木そのものの色を生かした形で無着色のままかっこよく寄せ木で仕上げていく、その制作過程を見ていただこうと思います。手始めに製材をしていますが、この製材の精度というのが今後見ていただくと分かるのですが、大きく効いてきます。ですからカンナ仕上げの状態で同じものを4本作りました。使ったのはメープルとウォールナット、この2色です。角材になった状態から一度15度で端をカットします。そして台形になるようにもう一度15度でカットします。この時寸法がきっちり合うように、狙った通りの寸法になるようにはっきりとしたラインを引いておきます。狙った通りの寸法になるように台形状態のピースを作ります。15度のカットを2回することで、およそ三角形のように見える台形を、30度の台形をいくつも作ります。ひとまず12個のピースが必要ですから、まず試しに12個のピースを切り出しています。ウォールナット6個、メープル6個、合わせて12個のピースが必要です。ストップブロックを使って同じ寸法になるようにしながらカットしていきます。この時前後をひっくり返すようにしながら15度を2回カットするわけですから、製材の精度が悪くて少し曲がった板をひっくり返して切ると15度が15度でなくなってしまいます。そしてこの先見ていただくと分かるのですが、このようにして山形の台形のピースを12個並べて、そして巻いていきます。簡単に言うと十二角形の形を作るのですが、15度のカットが24回続いて一周ぐるっと丸まらなければいけません。ですからその時に製材の精度が悪くて 0.1 度ずれると12倍ずれるということになります。0.1 度 ×12 倍で 1.2 度もずれてしまったら、このようにぴったりとはくっつきません。ですから製材の精度からきっちりと精度よく作っていく必要があったわけです。そしてドライフィットではきっちりと十二角形になりましたので、このまま一度接着剤をつけてテストで丸めてみたいと思います。接着剤をつけてもぴったりと支点と終点がくっつくか気になるところです。接着剤をつけたらゴムで巻いて圧着しておきます。この時点では12個のピースがぴったりとくっついていて大成功している、そんな風に感じています。ということでこのセッティングのまま大量生産に入ります。たくさんこの三角形のピース、台形のピースが必要になりますから、とにかく切り続けます。特別危ない作業というわけではないですが、こういった単調作業が続くときはちょっと気を抜くとキックバックにあったり、何か物が跳ねてきたりすることがあるので、いつも注意深く進めています。テスト加工がうまくいっていた時でも、やはり相手が木ですから、自然のものですから寸法が狂っていてうまくいかない、そんな時もあります。もちろん製材だって完璧ではありません。ということでこの十二角形を作る作業もやや緊張気味ではありますが進めていきます。接着剤を塗ってマスキングテープで留めた後、輪ゴムで圧着しています。そしてやりながらもうすでに気づいているのですが、この接着剤を塗布する量でややこの圧着の時の感触が変わるということが分かってきました。ただ実際終わってみるとほんの少し隙間があるレベルで、ほぼうまくいっています。ほぼパーフェクトです。少なくともカットの精度は良さそうに感じますが、やはりどうしてもこのように隙間が空いてしまう箇所が出てきます。そういうこともあって、この圧着の
力をもう少し強くするためによくあるホースバンドを使って圧着してみました。これホースバンドじゃないものです。ホースバンドで圧着したものの方がより隙間がなくなるので、ホースバンドで圧着することにしました。ホースバンドで圧着すると力がかけられる分、一つ一つのピースのちょっとしたアライメントのズレが見えてくるようになります。それはやはり接着剤を塗布して強い力で周りから締め付けると、ずれてしまう場所がやっぱりどうしても存在します。ですから単面が段差ができている状態になりますから、それをこのように平面に研磨していきます。先ほどの製材の精度の時と同じ話で、これから次の工程に移っていくのですが、この平面を出した時のこの平面度というか、この綺麗さが次の工程を左右するので、きっちりと平面を出しておきます。そしてこの楓とくるみのクッキーたちを合板の上に両面テープで貼り付けていきます。できるだけフラットな平面が良かったのでバーチプライウッドを使っています。合板に貼り付けた状態のまま、この楓とくるみのクッキーをドラムサンダーにかけて、先ほど手で研磨した逆サイドを研磨します。さすがにここは手の研磨では平行にならないので、こうやって機械の力を借りています。効率よく進めることも大事ですね。ほんの少しずつ研磨して表面がきれいになるまで研磨し続けます。このクッキーちょっと美味しそうですね。研磨が終わったら、その表面にもう一度両面テープを貼り付けて、合板を全くサイズが同じ合板をもう1枚同じ位置に貼り付けます。少なくとも長手方向を同じ位置に揃えるように、こうやってフェンスに当てながら両面テープで貼り付けます。クッキーを挟んだ形になりますね。その挟んだクッキーを2分割していきます。このバンドソーで2分割するために、しやすくするために合板に貼り付けたわけです。2分割にしたクッキーたちは当然バンドソーで切っているので表面は粗い状態です。ですからその合板に接着された状態のままドラムサンダーにかけます。そうすることで時間を節約することができるわけです。かつ2回に分けないというのは、同じ寸法のものをたくさん作る上では重要なことです。次の工程ではこのようにしてその2分割にしたクッキーたちを縦に接着していくわけですから、何か別の2回に分けてこのクッキーを作っていくと、薄いクッキーを何個も作ろうとするとやはり誤差が出てしまうので、ああやって一度に何度も同じ工程で作ることができるというのが、この高精度に作るための技といったら言い過ぎかもしれませんが、ヒントのようなちょっとした生活の知恵みたいなところですから、皆さんも同じものをたくさん作る時の一つの考え方として覚えていただけると、木工や DIY の役に立つと思います。そしてこのクッキーたちを互い違いに、楓とくるみが互い違いになるようによーく確認しながら縦に積んでいきます。これだけ長く積み上げたものをクランプするというのは大変で、力はいらないのですがどうしてもずれてしまいます。分かったことは、軽いクランプの方がずれにくいということです。次はこのクッキーバーを旋盤に乗せて丸く加工していきます。十二角形ですから、ほぼ円形に近くそのままチャックすることができます。回転させてみると比較的精度よくできているように見えます。まず最初にシフトノブが車体に取り付くところのネジ部を加工しなくてはいけないので、その同軸度が十二角形のまま作るとやはり同軸度が出ないので、同軸度を出すために
端っこを丸く加工しています。その上で折り目ナットが入る下穴を先に開けておきます。こうすることで同軸度が担保されて、取り付けた時に穴がずれていて、シフトノブを回して取り付ける時に触れ回って取り付くような、ちょっと不安感につながるような動きにならないように工夫しているつもりです。もちろん完璧はありません。特に木工旋盤ですから、工業製品のような同軸度は絶対に出せないのですが、その中でもベストを尽くせるような工程にしています。それが終わったら外側を一定の太さになるように加工していきます。正直私は旋盤にあまり慣れていないので、少しずつ測りながら加工していきます。綺麗な円柱状態になったら、車両に取り付ける側の、細くなる部分を加工していきます。折り目ナットがついているところからテーパー状に円柱につながる、そんな形を目指しています。今度はその反対側、手で持つ頭部分の方を丸く R に加工していきます。そしてここまで削り進めると、最初のクッキーの状態のところであった隙間が随分と狭くなってきているなという感じに思えてきます。ただどうしてもやはり避けられない隙間が存在します。そういった時は瞬間接着剤とこの木の粉で隙間を埋めていく作業をします。何度も確認しながら研磨ごとにこうやって接着剤もしくはブラシなんかを使ってちゃんと隙間が埋まっているかを確認しながら進めています。そしてサンドペーパーの番手を切り替えるときにはこのように水引きして一度拭き上げて乾燥を待ちます。この乾燥をした時に細かい木の繊維が立ち上がってくる、要は毛羽立った状態になるので、それをもう一度次の工程で研磨する。そして隙間が空いていたらまた埋める。この作業を何度も何度も繰り返します。ここで手を抜くと手触りが悪くなるので、120番、180番、240番、320番、400番、600番、800番、1000番と、最後はその1000番になるまで仕上げていきます。その工程ごとに水引きをして乾燥を待ちます。そしていよいよ最後の1000番に到達しました。1000番まで来るとこう角にきつく研磨したりする必要はありません。本当に毛羽立ったものを軽く取るだけで十分、そういった研磨の仕方になります。研磨が終われば先端を切り落とします。そうです。十二角形を作って円形にしたということは、十二角形の中心というのは必ず埋まりません。空間が残ります。ですからこのように穴が開いた状態になるわけです。その中心は最後、ウォールナット 10mm のプラグで埋めるために今下穴を開けておきます。そして車両取り付け側を切り離します。チェッカーの切れ目でうまく切れるように慎重に切り離していきます。
オフカメラで準備したウォールナットのプラグを接着しておきます。最後に下穴の口元に面取りをつけて、鬼目ナットを慎重にできるだけまっすぐ垂直になるように締め込んでいきます。メープルとウォールナットを自然な色のまま楽しみたいので、使う塗料も自然塗料を使っていきます。オスモのカウンタートップオイルを2回塗装します。このカスタムシフトノブ、先ほど取り付けたのはハイエースでしたが、その他初代アクアとかビッツとか、トヨタ車のゲート式オートマ、そしてネジが M8 のネジであれば、取り付けることが可能ですから、ぜひ皆さんも調べてみてください。そしてこの商品ベースで販売していますが、他にも、このチェッカータイプだけではなくて寄せ木タイプのものも販売していますので検討してみてください。そして、ベースで買うとやはりちょっと手数料がかかってしまうので DM でやり取りさせていただければ 10% の手数料かかりませんから、少しお安くすることができますから問い合わせてみてください。そして今キャンペーン中でして、6月中であればさらにプラス 10%、合計 20% の割引を皆さんに還元していきたいと思っておりますので、ぜひ DM で問い合わせてみてくださいね。そして DIY とか木工の情報が欲しい方はメルマガこの2つやってます。最近新しいシリーズも始めましたから、ぜひ購読してみてください。そして今日の動画いいねと思ったらチャンネル登録ぜひお忘れなく、そして通知までつけていただけると完璧です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。